今日は背中肩甲骨の痛みと MRI 検査の有効性ということでお話したいと思います。背中の痛みと聞くと他人事ではないですよね。私も以前は肩甲骨の痛みしびれに悩んでたんですけど、結局は原因は首で、今は全然症状なく、よかったですね。M さんの場合は背中の痛みが首だったわけですけれども、背中ちょっと借りれます。背中というと一般的にはこの辺りを皆さん思い浮かべますよね。ここまで行くと腰だし、ここから先は首だし、この間の辺りを皆さん背中と呼ぶと思うんですけど、整形外科的には、上の方は上背部、上の背中、下の方は下背部、下の方の背中。ちょっと病気の内容であったり、首からの影響は上背部、腰からの影響はちょっと上の下背部の方に来るみたいな印象はちょっと持っています、自分の中ではですね。はい、ありがとうございます。本当に、背中の痛みっていうのもいろんな原因で起こります。整形外科の病気だけではなくて他の科の病気、例えば心臓の病気、これは循環器内科とか、心臓血管外科とか、いろんな心臓の病気から来る背中の痛みもあります。そして消化器系、そうですね、膵臓とかそういう後腹膜臓器と言われる背中に近いところの内臓から来る背中の痛みもあります。一方で、私の得意分野のこの背骨や脊髄というところからもさまざまな背中の痛みが起こるわけですけれども、一般的によくある、首から来る背中の障害っていうのは大変、患者様の数も多いんですが、稀だけれども見逃してはいけない病気っていうのもあるんですね。こちら解剖学的な説明になるんですけれども、背中と一口に言っても首の後ろから胸椎っていう胸の後ろ、そして腰椎、腰ですね。骨でいうと首が7個、胸椎が12個、腰椎が5個。この胸椎という範囲は結構広いわけです。で、ここからなんですけれどもね、私がまだですね、随分若い時です。医者になってまだ10年も経たない頃だったと思うんですが、今でも覚えている印象的な患者様、当時、50代ぐらいの男性だったんですけど、とにかくこの背中の違和感とおっしゃるんですね。上の方のこの辺がなんか違和感があるんだっていうことで、はっきりした痛みでもない。例えば叩きます。叩いてもはっきり痛みがどこってわからないわけですね。触っても感覚が鈍いかもよくわからない。もちろん神経の障害っていうのは何にも出ていない。だけど違和感が取れないって言ってた方がいらっしゃったんですよ。で、その方腰痛も持ってたので、じゃあとにかくちょっと一旦腰を調べてみましょうと。腰から来る少しこの上の方まで、上背部までおかしい症状が広がっているのかもしれないので、まずしっかり症状のある腰について調べましょう。レントゲンを取りました。異常ありません。じゃあ、もっと詳しい MRI という検査をしましょうということで検査をしたところ、なんとですね、腰は何にもないんですよ。両地腰は全く正常なのに、腰のちょっと上、ほんのちょっと上、この胸椎っていう部分の一番下のところに腫瘍、出来物があったんです。そこでさらにこれを精密検査するということで、専門の医療機関に見てもらうことになりました。こういったごくごく稀な疾患っていうのも、それも症状が違和感っていう、なんかこう強烈な症状じゃなく来ることっていうのもあるんですよね。背中の痛み、
侮れないなというところで、これは MRI という検査があったからこそ見つかったという結果になります。そんなことあるんですね。MRI ってかなり有益ですね。そうですよ。ちなみにその MRI っていつからあるんですかね。そうですね。私が本当に医者になった頃にちょっといくつか試しの検査機器が出てきて、それから一気に普及していった。1980年代ぐらい、80年代後半ぐらいから、一気に増えていったっていう形で、昔はもう大学病院とか大きな市中病院にしかなかったんですけど、今では本当にクリニックレベルでも MRI の検査機器を持っているぐらい普及しまして、これがないと診断できない病気もたくさんあります。ということで MRI はこの背中の違和感や痛みっていうことにも有益な検査方法だったってことを一つお話申し上げました。皆さんもなんとなくおかしいなんとなくおかしいと思っていないで、精密検査をきちっとすることが有益なんですよっていうことも一つ心に留めておいてください。健康にお過ごしください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。